今実際ヤンマーさんが取り組んでおられる、海のこの辺に関わることの取り組みって、実はこのマリンカルチャー、マリンの文化みたいなものを作ろうとしている、そんなような取り組みなんじゃないかなということで、言葉自体は造語なんですけれども、本日ちょっとマリンカルチャー、アグリカルチャーに対してマリンカルチャーという言葉をぜひちょっと皆さんに持って帰っていただきたいなと思って、このようなテーマにさせていただいてます。じゃあこのマリンカルチャー、今日ちょっと皆さんとお時間いただきながら何を考えていきたいかということなんですけども、答えは一つシンプルです。ぜひ皆さんに海を好きになってもらう、もしくは海に好きになってもらうきっかけ作りを、我々と一緒に、ご一緒できたらなと思っております。あんまりちょっと日本は、水と距離が遠いんじゃないのみたいな話はしてきたんですけれども、こういった運河をね活用するとですね、例えばなんかこういったね水上バイクでですね通勤とかしたりですとか、いうこともできるでしょうし、あと、屋形船なんて結構実は今も人気だったりするので、これも、やっぱり日本における、水辺の楽しみなんかじゃないかなと思います。であと私が実は16歳で船舶免許を取ってずっと高校大学と船のクルーのバイトをしてたんですけども、この工場の夜景クルーズってもうめちゃくちゃ人気コンテンツなんですね。本当に、もう本当に産業が景観の一部になってですね、夜はものすごく綺麗な様子が見れます。からもう花火、もうこの時はですね、花火の、見に行くための、ちゃんとフラッグ、チケットみたいのが売られるんですけれども、もうそういうのもですねすぐ完売してしまうような、こういった、都会での、花火とクルージングみたいなものは大変人気の、コンテンツになります。ボートで釣りをすると楽しいのはその場で魚を食べれると。先ほどのホウボウじゃないんですけど、綺麗な魚が上がって嬉しい。それをその場で食べるともっと美味しくて嬉しいっていう、そういう世界になります。はい、はい、ちょっとここからねちょっとヤンマーのお話をさせていただくとですね、先ほど日本の海は釣りの王国というだけありまして、ヤンマーのラインナップもフィッシングボートがもうずらり並んでおります。すごいですね、細かく。はい、なるほど。はい、もうねほとんどフィッシングボートです。日本のボート、国内のボートはね。で、上に先ほど追加から紹介にありましたこういうスポーツクルーザーとかってありますが、実は、ここもね、すごい楽しい遊びがねできる可能性を日本は秘めてますので、実は今年の秋にですね、この右にあります大きいクロスオーバーヨットという、これがねなんと初のコンセプトボートとしてヤンマーからデビューすることになりました。海になぜ出るかというと、心の栄養をもらいに行くからっていう、そんな感じでそういうそれにふさわしいね、空間って何だろうっていうことを考えながら我々はデザインしております。北三陸ファクトリーさんというところと、協業しているものにはなるんですけども、この地球温暖化、あとは海水温の上昇によって餌が、ウニの餌となる海藻とかがなくなって、今って日本の中ではどんどんウニの漁獲量って下がってきているんですけども、で、その原因が先ほどの藻がなくなって、ウニ自体は生きているんですけども、野生ウニって言われて、中身が何も入ってないウニがいっぱい出てきているんです。なので、これをなんとか有効活用できないかっていうところで、その野生ウニを使って、それを陸地に持ってきて陸上で、お腹いっぱいにさして、中身を膨らませたものを、皆さんで、美味しくいただきましょうみたいな形で、海の資源を、有効活用しながら、美味しいものを皆さんで食べましょうみたいな、こういったプロジェクトもヤンマーの中ではやってたりします。スーパーヨットが係留できるマリーナというものを増設いたします。でこの開業がですね2027年の春ということになるので、まだ先じゃないかというふうに思われるんですけども、もう私ども G ライオンとしましてはですね、このスーパーヨットが係留できるというのは日本で初めての試みになります。スーパーヨットって聞かれて皆さんピンときます？ちょっとねヨットクルーザーとかっていう言い方は日本の、ね、場合はされるかと思うんですけども、全長で24メーターを超える、約80フィーターを超えるという、大きいもう本当豪華客船のような、
感じの、ヨットがですねこのマリーナには係留ができますということで、昨年の12月に、神戸市さんの方の、公募でですね指定管理業者ということになりましてですね発表いたしました。瀬戸内海を、クルージングしていくというプランをですね、この神戸から、出発していこうということもございまして、高松であるとか宇野港であるとか広島の尾道であるとか松山であるとか、そういうところと連携をしつつ、この神戸を、クルージングの拠点としてアピールしていこうかなというふうに考えております。陸海空がすごく近くにある、こんないいロケーションって日本ではなかなかないかなと思ってます。なので、ぜひちょっとね皆様にも神戸に足を運んでいただいて、いろんな楽しみ方を海の方から、見ていただけたらと思ってます。背の高い、海船でお客さんを運んできて、ここから、道頓堀ですとか、この長野島周辺とかの、リバークルーズ、が楽しめるための乗り換えの場所というのが一番大きな目的です。道頓堀周辺で船がこう行ったり来たりしてですね、夜観光してるのって見たことあるかなと思うんですが、要はそういう船と海から来る船で人を乗せ替えするっていうのが大きい目的になっております。飲食店、あとバーベキュー施設、あと緑地にですね、今まだトレーラーハウスとか宿泊まだ導入してないんですが、こういう緑地を使った休憩ができる場所で、あとはロケーションを生かして雰囲気の出るプールとかそういうものを整備しております。この大阪みたいに、町が川に近い、非常に地べたが低いですから船から夜景が見える、船から街が見える、そういったところが大阪の川のクルージングの特徴だと思います。まず私ども商船三井クルーズということで、世界的にも長い歴史を持っている日本の、船会社ということになっております。はい。我々140年以上ですねにわたって皆様を美しい日本の船旅へご案内してまいりました。昨年2024年の12月には日本で初めて全客室がスイートのお部屋、三井オーシャン富士というお船をデビューさせてきました。今現在では2艘の客船を運航している船会社、商船三井クルーズということになっております。でこの2艘ということなんですけれども、一つがねこの去年の2024年にデビューした三井オーシャン富士というお船、もう一つはですね皆様聞いたことあるかもしれないですけれども、日本丸というお船ご存知の方いらっしゃいますか？ありがとうございます。はい、その日本丸と三井オーシャン富士2つのねお船を運航している船会社ということになっております。クルーズの旅の魅力はやっぱり何といってもこの海を身近に感じられることですね。お客様専用のね、バルコニーのスペースから大海原をねご覧いただく経験っていうのは、なかなか陸の旅行では経験しづらい部分だと思いますので、ぜひね、三井オーシャン富士に乗られる機会がございましたら、このねバルコニーについているお部屋ね、乗ってみてください。で我々8ノットなんですけれども、誰もが海をもっと自由にということをビジョンに掲げ、船の自動運転技術を開発しているスタートアップになります。船の自動運転、言い換えると自律航行技術というものになるんですけれども、船が他の車とかでも同じようにですね自動で動いていく、そんなですね未来を作っていくということを目指して進めていっています。でこちらですねシステムの名前8ノット AI キャプテンというもので、小型船向けの自律航行システムになります。で特徴としては、小型船舶であれば大体どんな形状の船舶でも後付けすることでその船を自動化できるというところになります。で使い方も非常に簡単で、今ご覧いただいたようにカーナビを操作する感覚で目的地を指定するだけで、船舶は離岸から着岸まで全て自動で動いていきます。でこちらナビゲーションの画面になっていますけれども、障害物を認識してこういったマップに表示をしながら安全に目的地まで行くというようなことをしています。8ノットはですね、今ある船の可能性というものをしっかり寄り添いながら、自由で安心して誰もが海を使える未来を描いていってます。でこの第一歩というものをですね、今回大阪万博にて講演の機会をいただきました。ここを契機にですね、
グローバルに展開できる企業として成長していこうというふうに思っています。最終的には誰もが海をもっと自由に、このビジョン実現に向けてですね、エイトノットは邁進していこうというふうに思っております。